ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今日は、ちょっと面白いものを見つけたので、それを紹介したいと思います。まずは、この映像をご覧になってください。このギルドは、カーク信者が遊戯している、サーバー11のゴールドリーグに所属している、チャンピオンという名前のギルドです。あれ？なんだこれ？全員同じアバターと、同じ名前じゃね？先日までは、全員が違う名前を名乗り、個性的なアバターを使用していたギルドですが、突如として、このような斬新な試みを始めたようなので、それをご紹介したいと思ったのです。おそらく、彼らがこういったことをしている意図は、誰が誰だかわかりづらくすることにより、ギルド戦を有利に戦おう、という趣旨だと思われます。おいおい、おそ松くんやってんじゃないよ。対戦相手としては、先週のギルド戦の戦闘履歴を見ても、誰が誰だかわからなくなるので困ると思われますが、そこまでするかな？というのが、カーク信者の率直な感想になります。だって、ギルドチャットで会話をしても、誰が誰だか、わからなくなりますからね。しかしながら、ゴールドリーグに在籍しているギルドが見せた、勝利に対する貪欲な姿勢、という点では、ガチギルド、恐るべし、といった感じではないでしょうか？ただ、もう少し、知的に対戦相手を騙すのなら、ギルドメイト同士で名前を入れ替える方が良いと思いますが、視聴者様は、この件についてどのようにお考えでしょうか？どちらにせよ、あの手この手を使って、敵チームを混乱させようとするギルドが存在しているので、常日頃から、対戦相手を観察することは、重要だと思います。カーク信者のメインチームも、遊戯開始から、11ヶ月目にもかかわらず、3人のヒーローの装備を、意図的に紫装備のままにしているのも、敵を惑わすことを目的としています。シルバーリーグに在籍しているギルドなら、オレンジ装備は当然といった感じだと思いますが、このようなチーム編成を見かけたら、勝てるんじゃね？と誰しもが考えると思います。よーし、こいつをちょっと殴ってみるか？と誘い出す戦術ですが、意外と効果を発揮しています。まあ、見かけが弱そうに見えて、中身も弱かったら意味がないので、紫装備の3人の中身を強化中なんですけどね、あはは。さてさて、ギルド戦にて、戦闘の指揮を取ったことのある人ならわかると思いますが、ギルド戦の戦闘履歴画面をキャプチャーして保存すれば、翌週以降の戦闘時に、誰が誰と戦えばよいのか、容易にわかるようになります。A さんは、先週も B さんに勝った。C さんは D さんに負けた。といった記録を見れば、戦う前から星勘定をできるので、ギルド戦を有利に戦うことが可能になります。おそらく、チャンピオンの人たちは、毎週毎週、同じ対戦相手に負けていることに気がついて、それを回避しようとして、このような試みを、始めたのだと思います。ただ、本当の戦略家なら、敵ギルドに悟られないように、ギルド戦に出場しているメンバーの半数の名前をこっそり入れ替えるなど、気配を悟られない工夫が必要だと思います。カーク信者が小学生の頃に、缶蹴りをして遊んでいた際は、友達と洋服を取り替えて、鬼に見つかって名前を呼ばれても、空き缶に向かって猛然と突進していました。なんで缶を蹴るんだよ？だって、俺、渡部じゃなくて、小島だよ。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、来週から、ギルドメンバーと名前を交換しようと考えている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。